どうも、漫画オタクのはやんです。今回は毎週恒例の期間1巻最新おすすめ漫画5選やっていこうと思います。前まで週末の金曜日と土曜日にやってたんですけど、今週から日曜日固定でやっていこうと思います。それと8月 YouTube 毎日投稿頑張ろうと思ってるんで、ぜひ応援お願いします。チャンネル登録まだの人はぜひチャンネル登録してくれたらめちゃくちゃ喜びます。コメントもめちゃくちゃ嬉しいんで、もう気軽にコメントしてください。はい、ということで早速紹介していきます。まず一つ目がブヨトピアです。かつて世界を救うため魔王との戦いに挑んだ勇者ビヨンド。しかし最後の最後で魔王にとどめを刺すことができず、魔王は全ての生命体にストレスを感じるほど体にブヨブヨが増えてしまうという呪いをかけてしまいます。世界中の人々から非難の的となり、引きこもっていたビヨンドでしたが、ついに生活費が底をつき、再び外で働くことになります。魔王を倒せなかった元勇者が今度は社会生活に立ち向かっていく異色のファンタジーコメディです。ストレスを感じたら体にブヨブヨが出てくるっていう設定は結構ファンタジーなんですけど、ビヨンドが直面する問題はめちゃくちゃ現代的なんですよ。ビヨンドが抱えている苦しさとか生きづらさ的なところは身近に感じられましたね。でもギャグの勢いも強くて、重くなりそうな題材をテンポよく読ませてくれてめちゃくちゃ面白かったです。頑張って社会に馴染もうとするビヨンドを自然に応援したくなるお話でした。これから人気になりそうな作品なんで、ぜひ今のうちにチェックしてみてください。2つ目は春野さんのことなんて全然好きです。ど田舎で生まれ育ち、現在は都会で働いている OL 早宮すずり。そんなすずりの目標はエリートイケメンと出会い華やかな結婚をすること。ところがそんなすずりが気になってしまったのは地味で冴えない同僚春野さん。どこかつかみどころのない春野さんの一挙手一投足にすずりはどんどん振り回されていきます。あざとい都会女子と底知れない地味面によるドタバタオフィスラブコメです。この漫画は1話1話が短くてめっちゃテンポよく読めます。でも短い話の中にもちゃんと毎回オチがあって読み応えはめちゃくちゃありました。で、個人的にいいなと思ったのは登場人物がみんないい人なところですね。会社の周りの人たちも2人の恋愛をめちゃくちゃ応援してくれているというか、めっちゃ温かい雰囲気なんですよね。そこが読んでてめちゃくちゃいいなって思いました。基本はギャグで笑わせてくれるんですけど、たまに2人の距離がぐっと縮まる瞬間とかがあって、普段がコメディ寄りだからこそ急に恋愛漫画らしい空気になった時にめちゃくちゃキュンキュンします。コメディ部分でめちゃくちゃ笑えて、恋愛部分はめちゃくちゃキュンキュンできる、もうド直球のラブコメなんで、ラブコメ好きな人は絶対読んでほしいですね。めちゃくちゃ面白かったです。3つ目、虎耳女になったとてです。思春期になると体に動物的な特徴が現れる重化症。小説家を目指している男子高校生桃山理長はなかなか作品を評価してもらえず、創作について悩んでいました。そんなある日、理長は突然重化症を発症します。気がつくと頭には虎の耳が生え、さらには尻尾まで伸びていました。しかも変化はそれだけではなく、なぜか女の子にもなっていました。突然虎耳の女の子になった男子高校生の日常を描く獣人化 ×TS コメディです。普通に考えたら男子高校生が女の子の獣人になってるんで、とんでもない異常事態なんですよ。でも周りの人の適応能力がめちゃくちゃ高くて、意外とすぐに状況を受け入れられて普通に高校生活が続いていきます。特殊な設定の作品なんですけど、高校生たちの自然な会話とか日常が描かれてて、普通の日常コメディとしてめちゃくちゃ面白かったです。登場人物たちの関係性とか空気感とかがめちゃくちゃ心地よくて、ずっとこの高校生たちの日常を見ていたいなって思いました。こういう日常コメディ大好きなんでめちゃくちゃハマりました。4つ目はゴールデンファントムです。娘の中学校卒業を祝うため家族で遊園地に来ていた朝比奈慎吾。そこで何者かに追われている血だらけの男に遭遇します。そして朝比奈は謎の男から30分後にこの遊園地が地獄になると告げられます。その後朝比奈は意識を失い、次に目を覚ましたのは9ヶ月後。朝比奈が知らない間に世界は天界からやってきたつくも神によって一変していました。最愛の家族とも離れ離れになってしまった朝比奈。もう一度家族に会うためつくも神との争いに巻き込まれていく異能力バトル漫画です。この漫画はとにかくワクワクしました。敵となるのが天界から降りてきたつくも神で、
そのつくも神を天に返すために派遣された八百万っていう2つの勢力による争いが物語の軸になっています。世界観とかもめちゃくちゃ良くて、もう一瞬でハマりましたね。それとアクションシーンもめちゃくちゃ迫力あって、ページをめくった瞬間目を奪われるシーンも結構ありました。能力もそれぞれ個性あってめちゃくちゃかっこよかったですね。もう一巻の最後にも新しい敵登場して、これからどんどん面白くなっていくと思うんで、ぜひ今のうちに読んでみてください。5つ目は君王子横丁の夏です。ある夏の夜、小学生のカズは家の庭にいる見知らぬ少女を目撃します。翌日学校へ向かったカズの前に現れたのは、昨夜庭で見かけた少女あかりでした。しかもカズ以外のクラスメートたちはあかりがずっと前から同じクラスにいたと言い出します。昨日まで知らなかったはずの少女がなぜか昔からクラスメイトだったことになっている。死者を蘇らせられるという街を舞台に、カズとあかりの不思議な夏休みを描いた物語です。最後は今の季節にぴったりな作品を選びました。まず世界観がめっちゃ好きなんですよね。この作品はどこか懐かしくて、子供の頃に過ごした夏休みを思い出すような雰囲気があって、一瞬で引き込まれました。でもただ爽やかな夏の物語っていう感じではないんですよ。明るくて懐かしい夏の空気感がある一方で、どこか不穏で少し切なさも感じさせる、この独特な雰囲気がめちゃくちゃ良かったです。夏の空気を感じながら少し不思議な物語を楽しみたい人におすすめです。はい、ということで今週のおすすめ漫画は以上です。個人的にはどれも好きなんですけど、今後めちゃくちゃ来そうなのはゴールデンファントムですね。アクションの迫力もめちゃくちゃすごかったし、敵も味方も魅力的で、これからがめちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで今回の動画が面白かった、参考になったって人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。夏休み毎日投稿頑張っていくんで、ぜひ応援よろしくお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。